こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、超久々に晴れ晴れしいゲーム再開です。相変わらず真っ暗だけどね。まずは粗い土を捨ててと。さて前回ようやく物欲センサーに打ち勝って、毒蜘蛛に遭遇しました。早速廃坑掘り当てと行きたいところですがその前に空色の羊毛を作って設置しておきます。ロストの可能性を考えてのことね。つまり死ぬのね。万一に備えてのことです。羊毛は素手でも回収できる自然に優しいブロックです。さて、どこに置いておこうかな。一度拠点に戻って塔に積んでしまうのもありよね。いえ、これ以上塔に積むのはできればはしごかけてからにしたいです。さて簡易地図ですが、ここからの廃坑掘り当て計画です。前回掘り当てたすぐ南の洞窟は、音を聞いた通りで毒蜘蛛に占拠されており、しかも少し登った先に廃坑がある様子でした。また、ハート回復に消耗するゾンビ肉の量が尋常じゃないので毒蜘蛛は極力回避したいです。というわけで、羊毛の地点を中心に一辺64メートルの正方形状に掘ってみることにしました。割と広めに開けるのね。毒蜘蛛を回するためには最低でもスポナーが反応した地点から、反応距離の2倍以上開ける必要がありますが、あとはキリのいい数字を選びました。ってなんというもったいないことを。まだもったいないんだ。なお収集済みブロックですが、次の狙い目は言わずもがなです。さてまずは10分ほどで南に32メートル掘りました。ここから西に64メートル掘り進んでいきます。少し掘ったらシルバーフィッシュトラップがありました。警戒してたので引っかかりません。ブロックを迂回するついでに見てみたら、モンスターエッグはなんか鉱脈みたいに生成されているようです。鉱脈と同じ生成アルゴリズムが使われてるのでしょうか。さて4分ほど掘り進んだところですが、小走り来ました。やはり子供ゾンビです。子供ゾンビだけは壁の向こう側でも32メートル待機で消えてもらうこととなっています。いつからルール化したのよ。さてルール通りに消えてもらい、さらに先を掘り進んでいるところですが、今度は雲です。普通の雲か毒蜘蛛か、それが問題なんですが、どうやら1匹のようです。しかし、2分ほど先を進むと声が増えてしまいました。こっちにもスポナーがあるわね。やむを得ません。通路に戻って反対回りに掘り進みます。で、通路から北に32メートル掘ったところで洞窟をぶち抜きました。お、水源もあってちょうどいいです。私、廃坑を掘り当てたらこの水源取るんです。いいからとっとと廃坑掘り当てなさいよ。それから15分ほど西に掘り進んだら、洞窟です。ぼちぼち廃坑があっても、ありました。高さは通路の2段下で入りやすいです。結局廃坑到達までに要した時間はプレイ開始から48時間半でした。結構かかったわね。前作の3倍半ほどかしら。さてと、まずは安全確保してここを廃坑拠点とします。ひとまずここまで。この先は広いですね。でも雲を狩るために大量に集めておいた土や砂利を使えばなんとかなりそうです。さて、何をしたらいいんでしたっけ？ヒント、マイクラの基本よ。あ、木材取ればいいんだった。なんか頭の中が真っ白なキャンパスです。事前に書いておきなさいよ。3ヶ月前には色々書いてたのですが、とっくに風化してしまっています。やばい。ほんとリハビリが必要のようです。というわけで急遽統計実績でも見てみます。実績解除は今のところ所持品の確認だけです。マイクラの世界では木材は木ではないんですね。今の移動距離はだいたいフルマラソンくらい、死んだ回数は5回です。次にブロック統計ですが、これはブロック ID でまとめられているのでしょうか。
一番上の石の項目に戦力眼なども含まれている感じです。アイテム統計は、食したゾンビ肉は44枚、占領は全部イカスミ扱いになっているようです。最後にモブ統計ですが、倒されたのはクリーパー4回とゾンビ1回です。ゾンビは子供ゾンビでした。さて改めて木材を集めているところですが、スケルトンが狙ってて一番奥の木材は取りづらいです。まあ後でディスポーンさせてしまいます。とりあえず木材6つ確保したところで作業台とツルハシを作ってしまいます。なんかたどたどしいわね。思い出しながら慎重に作業してますから。棒は2本余るのですが、何を作っておきましょうか。ちなみに丸石は今までクリーパーにたくさん採掘してもらっているので、ここで木のツルハシは作らずに済むのはありがたいです。歴代のテリーが採掘してもらったのよね。さて、鉄鉱石は確か通路に、ありました。鉄製品で欲しいのは剣とツルハシとバケツ、あと蜘蛛の糸採取用のハサミです。その後防具一式分を揃えます。で、残りの棒2本で鉄のツルハシ作ろうと思ったのですが、拠点の湧き潰しができることにようやく気づきました。いろいろ抜けてるわね。松明すごいです。拠点がこんなに明るくなりました。当たり前じゃないの。さて、鉄インゴットを作るのにはかまどが必要でしたね。ちなみにかまども立派な一辺1メートルの立方体ブロックなので収集対象です。この企画を始める前に、バージョン 1.7 台でどのブロックがはしご設置可能なのか調べていますが、大半のツールははしご設置可能でした。さて、鉄の精錬が終わるまでに鉄鉱石とか石炭とかもっと集めておきます。ここの水源は後で回収するので、今は通路の湧き潰しはここまでにします。まだスケルトンが消えてないですね。まあ少し強引に木材取ってしまいましょうか。松明がもうちょっと欲しいんですよ。嘘。取れないんですけど。ブロックで塞いだらこっちにこぼれるかな。希少なアイテムが。今ポシャンと言ったわね。まあともかく、そろそろもうちょい木材が欲しいんです。この広い空洞をどうやって安全確保するか考えないと。さて、バケツとハサミを作っておきました。この先を安全確保しに行く前にベッドが欲しかったのですが、蜘蛛の糸の数が全然足りません。もう一度くらいは地上が拝めるチャンスがあるってことね。というわけで多少リスクがあるものの、体力満タンにして、32メートル待機作戦でスケルトンに消えてもらって広い空洞に突入しに行きます。まあ鉄の剣があるのでガードもできるし、よほどのことがない限りは死なないでしょう。ついでに水源も回収して拠点に移しておきます。早いところ人工池も作っておきたいですね。人参がゾンビから取れるまでは魚が主食です。さて、どう安全確保するか決めました。突入します。まず左側には毒グモスポナーがあるはずなので左側優先で塞いでしまいます。ついで天井と右側を塞いで、広い洞窟の向こうの廃校通路まで安全エリアを伸ばしてしまいます。よし、多分これで全部です。おっと、ここが最後の一箇所です。さて松明使いつつさらに奥に。手を置くのが、左側でしょうかね。前方にもスポナーがありそう。でもあの糸を回収しないとベッドまで蜘蛛の糸が足りなそうね。まあ後で考えますってうげー天井が開いてるじゃないですか。何やっているんだか。待っててくれた。優しい蜘蛛さんでした。
さて、今安全確保した範囲までは木材回収しました。木材数は19です。これだけあればチェスト作っても余裕あります。これで死んでロストするリスクが抑えられるわね。つまり死ぬ準備よね。まあ正直インベントリに余裕あるので当たらずも遠からずです。さて、鉄のツルハシとヘルメット以外の防具が揃いました。だいぶ充実してきましたね。さらにレッドストーンを取っておいたら下から鉄鉱石が出てきました。これでヘルメットまで揃いそうです。精錬待ち時間を使って空色の羊毛を回収しに来ました。今の糸の数の手持ちは4つなんです。この羊毛もベッドの材料にすれば、あと雲の糸4つでベッドに届くんですよ。あら、ベッドの材料にしちゃうの？今は空色羊毛よりベッドの方が重要です。廃校拠点に戻ってみたら精錬は終わっていて、ようやく鉄防具一式が揃いました。この防具ではまだクリーパーの至近距離爆破に耐えられないので心もとないですが、まあ毒蜘蛛とは戦いやすくなったと思います。広い空洞の方で取りやすい位置に雲の糸がないか見てみたのですが、なさそうですね。ここでも雲の音がするわね。前作でいくつかの廃校を隅々まで調べた経験があるのですが、この廃校はちょっとスポナーが多い感じです。さて今回はここまでです。次回はベッドと湧き潰し用松明、はしご、あとクラフト分の木材を回収して、それからリスポーン拠点に戻って塔を伸ばそうと思います。ベッドがまだ作れてないのが痛いわね。そのせいでまだ無理しづらいんですよね。まあなんとか考えてみます。それではまたね。バイバイ。